ひろゆきさんの推しは国なのか誰ですか？石破さんが経験とかも含めて一番落ち着くんじゃないかなとは思うんですけど、とはいえ小泉進次郎さんがなった方が面白いなと思います。ちょっとややこしい話をすると、日本の細かい部分をどうするとかで、多分日本が良くなるというのはなかなかなくて、結局ある程度基本的にはみんな日本を良くしようと思ってますと。で、別にじゃあそれって自民党だけが日本を良くしようと思ってるわけじゃなくて、令和の山本太郎さんとも山本太郎さんなりに日本を良くしようと思ってると。で、そこがこうぶち当たって、じゃあ法律どうするのとかっていうのが国会とかでこう議論がああだこうだってなるんですけど、で、じゃあ日本に微調整でみんなで話し合ってここを変えましょうとか、例えばじゃあタクシーの業界利権をなくして、ウーバーが普及しました。多分、それで一般の人で稼げる人は増えるんですよ。じゃあ、ウーバーとかあった方が、より幸せな人が増えるよね、とかってなるんですけど、でもそれってやっぱりほんの小さな変化なんですよね。で、そのほんの小さな変化というのをやり続けたとしても、日本全体のこのうまくいってないよねという閉塞感っていうのはあまり変わらないと思うんですよ。なので、すごい僕、抽象的なことを言いますけど、日本に必要なのって多分ね、希望だと思うんですよ。頭の悪い人が言ってるみたいな話になるんですけど。日本経済をこうするべきであるとか、国債減らした方がいいんじゃねえとか、具体的なことを割と僕言いがちなんですけど、でも多分ね、現状で日本を良くした方がいいよねっていう話って、これから日本上手くなる、いくよねっていう風に思い込んでる人が多数になるかどうかの話なんですよ。ニーサが始まった時に、じゃあ SP500 いいよねとか、オルカンに投資した方がいいよねっていう、海外に投資した方がいいよねとみんな思ったんですよ。で、それでじゃあ世界中に投資をして、で、その結果円安になったわけじゃないですか。でもあれが日本に投資した方がいいよね。だって日本これからうまくいくもんと思ってたら、そのお金が日本の会社、日本の上場企業に回ったはずなんですよ。で、じゃあそこまで円安にならなくて円高のままだったら、じゃあそこまで物価も上がってないよね。で、日本のものいいよねっていうので、日本の会社にお金が回って、それできちんといいものを作って、いいものですって言って海外に売るっていうのをやれば、もちろん外貨稼げるわけじゃないですか。日本はこれから伸びるよねというふうに思えるかどうかという部分の希望があるかどうかというのが、実は根本的には結構大事なんですよ。すごく根性論みたいなことを言い出して大丈夫かみたいになりそうなんですけど。なので、そこの希望でいくと、石破さんが多少うまくやったとしても、多分根本的な問題解決しないんですよ。で、岸田さんも岸田さんなりにうまくやったんですけど、やっぱり根本的な問題って解決しなかったじゃないですか。なので、なんだか知んないけど、こいつはやるかもしれねえぞっていう、謎の期待感が必要だと思うんですよね。例えとしてすごく悪い例えだと思うんですけど、ヒトラーって、あの当時のドイツでめちゃめちゃ期待されてたんですよ。もう言ってることちょっとおかしいし、やってることもおかしいんですけど、ただヒトラーが政権についてナチス党がドイツの政権を取った時に、ドイツの経済やっぱり良くなったんですよ。例えとして良くないな、これ。まあいいや、置いといて。なので、小さな小細工で日本経済を何とかしますじゃなくて、あれこれって日本が変わっていくかもしれないよねっていう風に、みんなが思い込めるような、なんか面白いこと起こるかもしれないよねっていう、明日が良くなるかもしれないよねという風に、多くの人が思い込めるかどうかっていうところの方が、僕は今の日本には大事な必要な気がするんですよ。だから、ちょっとまた矛盾することを言うかもしれないですけど、トランプ大統領とかそうなんですよね。トランプ大統領が議論で負けようと関係ないんですよ。結局政治家が大統領になってる限り、じゃあバイデンさんになりました。で、カマラ・ハリスさんになりました。大して変わらんよね。でも、トランプさんが大統領になったら、ひょっとしたらまたアメリカは変わるかもしれないっていう期待感なんですよ。でも4年やってあんま変わんなかったから変わんねえだろうって思うんですけど、とはいえ、変わるだろう、良くなるだろうと思い込めることが大事なんですよ。で、多分トランプ大統領が勝つとアムカの株価やっぱり上がるんですよ。なんかきっとトランプ大統領だったらなんかしてくれるだろうっていう期待感で、世界中の人が株価を買うだろうと思ってるので、みんな株を買うので、結果として株価上がるんですよ。で、株価が上がるから上がったじゃんって言って、また買う人が来て、上がってっていうので、その後バブルが崩壊して下がるんですけど、ひとまず上がると思うんですよ。っていう感じのね、思い込みというのは結構大事だと思うんですよね。株価がじゃあ思い込みで上がって、でも結局下がっても意味ないじゃんってなんですけど、思い込みで上がって得をした人がアメリカに投資をしようっていうので、技術開発だったり、商品開発だったりで、結果としてきちんとした価値のあるものを作る可能性があるんですよね。なので、未来に期待できる人っていうのでいくと、やっぱり若い人とか、進次郎さんとかおかしな人の方が、何が起こるかわからんけど面白そうっていう期待感なんじゃないかなと思うんですよね。はい、客寄せパンダです。
結局、日本の場合って国会議員の過半数が総理大臣を決めるので、お前総理大臣クビなっていうふうに自民党の多数派の政治家が思った瞬間に、総理大臣ではなくなってしまうんですよ。なので、岸田さんの場合ももう総裁おりますって言って、一応日本の法律上は総理大臣なんですけど、もう総理大臣としては機能してないわけじゃないですか。もう総裁選出ないと言った時点で、あ、この人次総理にならないからもう決める権限ないよね、みたいな。なので、次の総裁選までとりあえずそこ座っといていいけど、もう総理大臣として何らかの強権を振るうということはやらんよねっていう感じになってしまうので、基本総理って客寄せパンダでみこしなんですけど、なので僕は夢を見せるみこしであって、で、実務というのは官僚がいるっていう昔ながらのシステムの方が良かったんじゃないかなと思うんですよね。田中角栄さんとか、角栄さん自身が優秀だったっていうのはありますけど、でもあの時代は官僚が優秀だったんですよね。今の時代官僚が優秀じゃないっていう問題もありますけど、なので面白い人がなった方がいいんじゃないかなと思いますけども。総理大臣になったら、試しに消費税1、2% くらい減税してみるといいことをなぜやれないのでしょうか。僕は総理大臣だったら国民に受ける政策を実施して支持率を集めて良い政治家のように評価された方がやりがいがあると思います。消費税を1、2% 減らすとすると、1% で今2兆円とかだっけ？だから4兆円ぐらい税収が減ることになるので、減らした税収をどうやって賄いますかという質問が出てくるんですよ。で、自民党の政治家の人たちっていうのは基本的にはその族議員的な人が多くて、要は俺の建設族にはこういうお金をくれと。で、じゃあ大阪万博をやりたいから1000億円くれとか、で、いろんなお金の配分というのがあって、4兆円減らしますってなると、誰かのお金を4兆円分減らさなきゃいけないんですよ。例えばもう大阪万博4兆円減らさなきゃできませんよねってなると、じゃあ大阪万博をやろうとしてる維新を敵に回すとか、農地改革的なところの農協系のところとかに、じゃあ農協に対する補助金減らしますってなると、じゃあ農協票を背負ってる政治家を敵に回すとかっていうのがあって、予算を減らすというのをやる時点で、誰か国会議員と国会議員を支持している人たちというのを敵に回すことになるんですよ。なので、結果として、じゃあ減らすというのをやらないで、どんどん増税をして、お金を増やして、で、その増やした増税のお金を、何らかしらの国会議員とかに配って、ほら幸せでしょっていうので、味方を増やすっていうのが日本の政治家がずっとやってきたことなので、基本的に国家予算が減ることはないと思っていただいた方がいいんじゃないかなと思います。ただ最近悪質なのが、円はすりまくればいいんだっていうので、ひたすら国債を吸って円を増やして、それを配ればいいんだっていうので、だから財政規律は関係ないみたいなことを言い出す人っていうのが一部いるんですけど、円をすりまくをやり続けると、円安になって大変なことになるよねっていうのは、もうそろそろ皆さんご存知なので、円安になってもいいから国債をすりまくるんだっていう人は、さすがにもう皆さん乗らないよねっていうのは気づいていただいた方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい。総裁選で経験不足と新次郎大臣の批判を聞きますが、例えばこれまで5個以上の大臣、官房長官が経験してされたことは、アベマで拝見して驚きました。子育て経済政策を何度見返しても一切理解不能。一応私はマクロ経済学を学者をさせていただいたので、理論的には客観的にコメントさせていただいたつもりです。正直過去のキャリアが瀕死の現状を据えるように展開されている方はお見受けできませんでした。私がやはり勉強不足なのでしょうか？いいえ。経験をしてるからといって正しい判断ができるかというと別の話だと思うんですよね。日本の場合大臣って優秀だからその能力によって大臣に選ばれているわけではなく、派閥の年次的なもので大臣の枠が降ってきたりするので、パソコンを触ったことがない人が IT 大臣になったりするんですよ、日本は。で、確かね、パソコンを触ったことがない人が、セキュリティ大臣とかもやってましたよね。っていう感じで、大臣をやったというのが役に立つかっていうと、パソコンも触ってないようなやつが IT 大臣になるような国なので、大臣経験に意味があるかというと、多分ゼロです。なので、大臣をいっぱいやったからといって良いという話じゃないので、ただ、進次郎さんを攻撃するときに大臣をやってないから経験不足だよねというのを攻撃の手段として使って、で、それはそうだよねと誤解してしまう国民が多いっていう話だと思います。まあでもね、さすがにパソコン触ってない人は大臣にしないぐらいにした方がいいと思うんですけどね。次期首相について、ひろきさんは高市早苗氏のことを正直ディスってるように感じます。保守が嫌いなのか、高市が嫌いなので、僕は裏金議員が嫌いです。裏金が、高市早苗さんを支持している人の中で、裏金ぐらいいいじゃないかとか、裏金ではなく不記載であるみたいなことを言う人ですけど、僕は裏金をもらっているような人が良くないというのを言っていて、で、裏金議員が推薦に20人みんな発表してるんですけど、20人のうち13人が裏金議員だったのが高市早苗さんなんですよね。で、結局じゃあ13人に裏金議員に推薦されたら、じゃあこの後、国会議員が裏金のようなものをもらった時に、厳罰を与えますかって言ったら、与えませんってなるんですよ。で、僕、2ヶ月前ぐらいに、各メディアが自民党の総裁候補に質問するのであれば、その裏金をもらっ
った不記載だった議員が、大臣や党三役などの役職に就かせる可能性ありますかっていうのを質問してくださいっていうのを、一応ツイッターで書いたんですよ。で、どこも書いてないと思うんですけど、裏金のようなものをもらったり、不記載だったりっていう人たちが、じゃあ大臣になりましたとか、党三役の偉いことになりましたってなったら、やってもいいじゃんってことになるじゃないですか。で、そのルールの中で、ルールの微妙な隙間を縫ってやっているので、これは合法であるという考え方ももちろんわかりますと。ただ、それを、ルールを作る人がやっちゃダメでしょって話なんですよ。ルールを作る側の人たちは、こういうギリギリのラインを通ったら違法にはならないというのを分かって法律を作って、自分たちがギリギリのラインだからこれ合法なんだよって言ったら、いやいやいや、そんな自分たちで決めてんだからそれ合法っていうのおかしくね？理科に冠を正さずって言葉があるんですけど、誰かが決めたルールの中でギリギリするルールに落ちませんでしたは、もう勝手にやってください。民間でそういうもんなんですよね。なんですけど、ルールを作る側は法の趣旨にのっとって、仮に抜け穴があったとしても、法の趣旨としては、企業から献金をもらってはいけませんとなってる以上は、それは、なんか党に入れてその後キックバックをもらう。で、一回党のところを経由してるから、これは個人ではもらってませんっていうのは、法律の建前では言えるかもしれないけど、でもその企業が払ったものが党の本部に行って、その政治家個人に行ってる以上、それは企業からの直接献金と実質的には一緒じゃないかと。っていうのを、いや、法律上大丈夫なんだからこれは大丈夫なんだっていうのを、僕はそういう法律を作る人たちというのが、日本を牛耳るのは良くないと思ってるので、なので裏金議員が活躍をするというのは日本にとって良くないので、高市さん良くないんじゃないですかっていうのを買ってます。なので、保守が嫌いとか高市さん嫌いとかなく、裏金議員がそのまま何のペナルティもなく、好きなようにやっていくという日本社会というのが良くないと思ってます。ちなみに政治家以外は逮捕されてるんですよ。出納関係者とか会計責任者とか。なので、お金をもらった政治家は逮捕されずに、現場の経理担当だった人が逮捕されているっていう。だから本当に弱い立場の人だけが泣きを見て、で、お金をもらっている政治家という権力のある偉い人たちは何の問題もなく、で、その支持者の人たちは、裏金なんか何が悪いんだとか、法律上は合法だとか、警察が追及してないんだからこれは問題ないんだみたいになってると、いやいやどうなのっていうふうに僕は思って話です。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。